はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日はね、まずはこの SIM コックピットを解体していきます。なんでこれをね、解体してるかは後でね、ちゃんと説明するんだけど、組み立てるの時間かかるけど、解体するのって本当にあっという間だよね。ちょっと切ない気分にもなるんですけどね。こんな風にね、どんどん外していきます。ハンコン外して、モニター外して、生まれた時の姿に戻っていきます。このコックピットね、動画内だと2回ぐらい登場したかな。その合成感っていうところでは結構頑丈でね、鉄でできてるんでね、頑丈だったんだけど、やっぱりそのシートのポジションが辛かったり、ハンコンの位置が悪かったりとかね、調整幅が狭かったんだよね。だからちょっと今回ね、お別れしたいと思います。で、この子の代わりに新しくお迎えするメンバーはこちら。あと、これと、これと、これと、こんだけ。はい、かなりのね、量の箱が届きました。で、今回なんでコックピットを交換するかというと、はい、このね、ガヤショールームに行ったのが全ての始まりでした。もうとにかくスワットコックピットが快適すぎて、もう我慢できなかったんですね。まだ見てない人はぜひ見てみてください。っていうか見ない方がいいかもしれない。ちなみに今回俺が選んだのは TR160 ですね。トラックレーサーの TR160MK4 っていうね、コックピットになります。トラックレーサー結構ね、Twitter とかで見るとめちゃくちゃ売れてるような感じがするんですけども、数年に1回ぐらいしかこんなの組まないんで、調整幅とか拡張性をね、考えて、最上位のモデルにしました。トラックレーサーはオプション品が多いのでも有名ですね。で、組んでいく上でね、ちょっとしたコツなんだけど、結構たくさん箱あるんで、とりあえず箱を開けて、中に何が入ってるのか確認した後に、こうラベルをね、大体でいいんでつけておくと、後から楽になりますね。混乱しないで済むんでおすすめします。で、一応ね、工具もついていて、13mm のコンボレンチですね。コンボレンチ。そして、5mm と 6mm の六角レンチがついてきます。結構いいやつなんだけど、この3つでね、組み立てられなくはないけど、正直ちょっとしんどいですね。僕のおすすめとしては 5mm と 6mm の六角のビットと、こういうデンドラですね。それプラス、こういう、ペンインパクトドライバーってやつで、これマキタのものなんですけども、これを使うことをお勧めします。これ以外にあったらいいなと思うのが、おすすめの工具ちょっとまとめてみたんですけど、まずはベッセルのデンドラですね。これは絶対あった方がいい。新型もいいんだけど、新型ちょっと高いからね。どっちでもいいです。で、あとは一緒に使うビットですね。こういうタイプだけでもいいんだけど、こういうタイプってね、角度ついてても回るんで、すごい便利なんですけど、角度に融通が効かないやつも、ボルトが落ちにくいんで、場合によってはこっちの方が使いやすかったりします。で、ソケットレンチのセットですね。もう今はもうこういうの安いから、1個持っとけば楽にはなると思います。手回しの時ですね。なくて困ることはあるけど、あって困ることはあんまないんで、で、他にはね、すごく強くお勧めしたい工具が、このマキタのペンドラですね。これマジで神。特に一人で作業する人は、片手でパーツ持って片手でしか回せない時とか、マジでこれ重宝します。これは本当に強くお勧めしたいですね。イタラチェットっていうんだけど、これもね、あったらめちゃくちゃ便利ですね。で、こちらは、デジタル傾斜計って言って、角度を数字で示してくれるんですよ。これすごい便利で、後でどこで使うかお伝えするけど、これはね、買っといていいですね。これ本当に使いやすかったです。紙商品。で、これは必須だね。背抜き手袋ですね。タッチパネル対応の方がいいです。スマホでね、説明書とか表示してる場合、これは絶対あった方がいいですね。結構細かい作業が多いので、小さめのサイズをお勧めします。力も入りやすいので、あった方が便利かな。こういうベッセルのね、ボールポイントの L 型レンチとかもあったら便利ですね。こういう狭いところに刺して回すときにすごい便利です。で、これはね、後からあったらよかったなって思って購入したものなんですけども、こういう風にね、ペンドライバーが狭すぎて入らない場所ですね。こういうところでも、こういう狭いところでも、このアダプターを使うことで、狭いところにビットを入れて回すことができます。はい、こんな感じですね。自分はね、これ組み立てるとき持ってなかったんですけども、これあったらね、めちゃくちゃ楽だったなと思って、購入しました。で、最後、掃除機ですね。これはね、本当に必須レベルですね。で、これなんで必要かというとですね、このね、アルミのフレームのパーツなんだけど、こういう風にすごい丁寧に梱包されてるんですけども、ある程度ですね、工場で加工された時のアルミの切り子っていうんですかね。要は削った時のクズみたいな、切った時のクズみたいなのがね、結構入ってるんですね。で、これ今ね、叩き落としてるところなんだけど、これちょっとね、カーペットとかで作業する場合気になる人も多いと思うんで、僕はね、最初ちょっと吸ってから作業してましたね。最後ら辺ちょっとめんどくさくなって、組み立てて後で吸ってたんですけども、鉄粉と違って、そんなにね、刺さって痛いとかそういうのはなかったんですけども、一応ね、強めの掃除機は用意しておいた方がいいかなっていう感じです。
で、今回組み立て画面はね、ストップモーションみたいな感じでいこうと思うんだけど、基本的にね、トラックレーサーの代理店のデイリーっていうオンラインストアのこの公式サイトですね。ここにマニュアル&ソフトウェアダウンロードっていうところがあって、で、ここのトラックレーサー日本語マニュアルの一覧、ここをクリックすると、こういう風に説明書にたどり着くことができます。で、結構組み立て説明書もね、めちゃくちゃわかりやすいですね。海外製品だけどちゃんと日本語ですね。これちゃんと翻訳してあるので、普通にわかりやすかったですね。唯一ね、ちょっとね、わかりづらかったところが2つだけあったんで、そこはね、後で紹介します。でも基本的にすごいね、画像がいっぱいあって分かりやすい説明書でしたね。でね、すごいね、あと役に立ったのが、他のさ、アルミフレームオプションっていうとこ行ってさ、マウススタンド、ヘッドホンホルダーとか、いろんなね、そのオプション品の説明書とかも入ってて、これいろいろ見てるとね、欲しくなっちゃうのがね、ちょっと危険ですね。ちなみに他のコックピット以外の部分ですね。例えばね、僕今回選んだこのね、シフターのブラケットですね。こういうのもね、ちゃんと説明書入ってんで、オプション品の方もね、特に問題なくね、組み立てることができました。メインモニターとスマホにはね、説明書はずっと映してたかな。で、組み立てるときですね、できれば、力が弱い方とか、女性は友達がいた方がいいかな。ちょっとね、力がいるところも多少はあるので、そこだけ注意点ですね。とりあえずどんどんね、組んでいくんですけども、説明書でね、分かりづらいポイントが2つあるって言ったんだけど、両方ともね、序盤のこのシートレールのマウント部分になりますね。1つ目の分かりづらかったポイントなんだけど、これね、爪みたいなのが出てるんだよね。で、この爪の部分は、力任せにね、締めていくと、パキンっていう音とともに折れます。こんな感じで折れていくんで、確かね、これやるところって4箇所だけなんで、一応ね、ここは躊躇なく閉めちゃって大丈夫です。こっちも同じですね。結構ね、大きめの音が出るんで、最初ビビるんですけど、特に気にせずね、閉めちゃってください。で、もう一つね、ちょっと分かりづらかったのが、シートブラケットのボルトと一緒に留めるワッシャーなんですけど、このボルトの下にワッシャーがあるんですけど、このワッシャーちょっと幅広すぎて収まらないので、僕はね、ボルトのみですね、ワッシャーなしで締めました。あとはどんどん組んでいきます。メインピラー2本ですね、垂直に生やした後に、一応右ハンドルの車ということで、左側にね、シフターとかサイドブレーキ取り付けるためのフレーム、そしてシフターのマウントですね。これはオプション品ですね。そして後ろの方にはシートレールとシートブラケット、でそこにフルバケットシートを取り付けていきます。で、今回ね、モニタースタンドは僕ね、コックピット一体型にしたんで、こういう風にね、2本のメインピラーから生えてくるモニタースタンドですね。こちらにモニターを取り付ける感じになります。ちなみに背景で流れている BGM はなんか集中力を上げる BGM らしいです。とにかく作業時間が長かったんでね、この横棒にモニターがつく感じになります。で、次ですね、ペダルスタンドを取り付けました。今回僕が選んだのは吊り下げ式タイプのペダルスタンド。吊り下げ式ペダル簡単に説明するとですね、市販車って大体吊り下げ式なんだよ。こんな感じなんだけど、結構ね、そのレーシングゲームとかで売ってるハンコのペダルってこういう風なオルガン式になってます。で、これちょっとね、あんまりリアルじゃないっていうことで、アフターマーケットのこの吊り下げ式に変換するキットみたいなのが売ってたりするんだけど、確かね、コックピットメーカーが一番最初に出したこういった吊り下げ式のペダルマウントっていうのは、確かトラックレーサーが一番最初だったんですよね。結構当時はね、革新的だったんですよね。だからもし僕と同じように市販車に近づけたい方は吊り下げ式ペダルマウントをお勧めします。こんな感じでペダルのプレートをね、自由なところに動かせるんで、フォーミュラポジションもできるし、もしくはこういう風に、吊り下げ式ですね。上からこうペダルがぶら下がってる感じ、吊り下げ式にもできるよっていう、そういった自由度が高いマウントになってます。フットレストも一緒についてきます。はい、今度はね、ハンコンのスタンドがつきましたね。次の日ね、待ってたパーツが届きました。これ追加購入したんですけども、キャスターですね。専用品になっていて、こう取り付けるとね、こんな風にコックピット全体を簡単に移動できるんで、めちゃくちゃ良かった。で、シマジックアルファミニ用のね、ハンコンスタンドも取り付けました。ペダルの方もね、T3PA Pro を吊り下げ式で取り付けましたね。で、ハンコンも取り付けるとかなりね、いい感じに仕上がってきましたね。なんかテンション上がってきました。で、ここでモニター取り付けていきます。僕はね、エルゴトロンのクイックリリースキット使いましたね。これでね、モニター持ちながらネジ締めなくていいんで、すごい簡単に取り付けられます。こういうところでもね、やっぱりね、ペンドラはね、めちゃくちゃ役に立ちますね。トルクもね、十分です。ここで何やってるかっていうとね、モニターから自分の目までの距離を測っています。だいたい80センチが適正らしいですね。これはね、いろんなサイトを調べてこの結論に至りました。でね、説明書通りに組むと、マウントがね、モニターマウント近すぎるんで、この距離をね、もっと後ろに稼ぎたいということで、手前のこの横棒を、縦の棒に直接つけていきます。ちょっとここは説明書と違う組み方になりますね。はい。
でここでね水平器の登場ですね。デジタル水平器でモニターマウントを完全な水平へと導きます。僕ね水平フェチなんでもう大満足のポーズです。はい、まあこっからですね、これで3日目、ここまで組み上げたんですけども、大まかな骨組みは出来上がったんですが、実はコックピットね組むのってここからの調整が大変なんですね。一つのパーツを動かしたらもう一つのパーツもずれるんで、ここからが肝心です。とりあえずね自分の一番お気に入りのオプションをつけていきます。これキーボードトレイなんですけど、後でね使い勝手もねちゃんとレビューしていきます。はい、これでね3日目はこれで終了ですね。サイドブレーキとシフター、そしてハンコンもね、ある程度、仮付けのところで、終わりました。いやー完璧だなこれ。モニターの高さを下げるのが一番苦労した。はい、微調整に満足いったので最後にね仕上げていきます。このモールなんですけども、これねアルミフレームの中にねインストールするものなんですけども、まあ説明書通りやるとこういう風に黒赤のねデザインになってます。でも僕ちょっとね、ここは個人的にいじりたくて、この蛍光塗料で、ピンクにね、まあ、超猫犬チャンネル的な色にしようと思って、まあ、シリコンオフで脱脂して、密着ロンっていう、まあ、超有名な下地処理剤ですね。これを塗布した後に、蛍光塗料で色をつけていきました。仕上がった結果がこちら。はい、乾燥したんでねちょっと見てみたんだけど、全然ね思ったのと違いましたね。元の色よりむしろダサくなっちゃった。なんかオレンジみたいになっちゃって、こんな感じで蛍光ペイントでなんか白の下地の上に塗らなきゃいけなかったみたいです。はい、今回ちょっと失敗なんでなし。それではね完成したコックピット見ていこうか。よいしょ。めちゃくちゃ時間かかりましたね。よくないですか？やばくないですかこれ。とりあえず作業動画に入ってない部分があって、この後ろですね、これ追加で購入したんですけど、こんな感じのね PC 用の台座をねこの後ろのフレームにつけてます。だからこの後ろにね丸々 PC 乗ってんので、これがすごい頑丈なんで全然 PC 乗せてもびくともしないですね。めちゃくちゃ強力です。だから全部ね一式コックピットの上に乗ってる感じですね。このシミュレーシングシステムから出てる配線っていうのは、外に出てる配線っていうのは3本だけなんですよ。ハンコの電源、 PC の電源、そして、モニターの電源、それだけです。だからめちゃくちゃシンプルに仕上がってるんだよね。完全に一つのなんかユニットとして機能してるんだよね。これすごいスマートでいいと思う。こだわったポイントがあって、多分これ参考になると思うんだけど、このメインピラーですね、この高さかなり下げてます。わかるかな？本当だったらこれねここまでなんですよ。このピラーここまで下がることないんだけど、結構下げて、これなんで下げたかっていうと、上の方のですねこのモニター位置を下げるためですね。でモニター下げるならここをね下げればいいじゃんと思うでしょ。ここ下げただけだとここに当たっちゃうんですよ。このフレームに当たっちゃうから、ピラー全体を下げる必要があったんで、これ特殊な設定だと思うんだけど、全体を下げました。キャスターでかさ上げされた状態で、それでもねギリギリなんで、おおよそ7センチぐらい下げてますね、普通より。この7センチが僕にとってはかなりでかかったです。であとねピラーの距離もね結構こだわりましたね。これ最近ね Amazon でセールしてて買ったレーザーで距離を測るね工具なんですけど、これちょっと測ってみますか。レーザー当てないとダメだから、はい、これですね。 47.3 センチですね。こっからここまでの距離、ピラーまでの距離ですね。 47.3 センチ。これぜひ参考にしてみてください。であとはねシートのこの角度ですね。角度も結構こだわりましたね。反対側の方が見えるんで反対側来ましたけども、後ろ側は下から1段目ですね。で前も下から1段目につけてます。結構低めのねポジションにしてますね。はい。でねシートポジション結構こだわったんですけど、ネットで調べた情報とかを参考に、そのレーシングカーですね、レーシングカーのシーティングポジションとかも参考にしました。なんかね画面を見た時に鼻の延長線上にこのハンドルの上部が来るのがいいらしいです。でここの角度ですね、ハンコの角度なんだけど、これもねちょっとその平均値みたいなのがあって、それがですね20度だったかな、確か。こいつを使うんですね、この角度計ってやつで。ここにねパチンと置いて20度近辺になってると思うんですけど、この角度に設定しました。でちなみに座面もねこの背もたれもなんか70度ぐらいがいいらしいですね。レースカーでも70度近辺が多いみたいです。70度ぐらいになってますね。はい。細かい話してもしょうがないんで実際座ってみせます。ちょっとこっちからまたいで入ってよっ。はい。実際座ったらこんな感じですね。シートがこのシートの幅がすごく広くて、もうゆったり座れる、すごい心地いいです。
前使ってたガチなやつだとほんとしんどかったんで、実車ほどねホールド感は必要ないんで、これちょうどいいですね。座り心地もいいです。もうポジションも完璧ですね。これもすごい調整しました。ハンドルの高さとか、位置とかで、サイドブレーキのねがすぐに横にあって、でも回しても当たらないぐらいのところにあるっていうね。はい、まあ手のひら1枚分ぐらいかなの距離になりますね。すごいいいです。でシフトもねすごい自然な位置にあって、3速に入れても肘が当たらない、ここのね肘が当たらないっていう完璧なねポジショニングになってますね。ペダルなんですけども、カメラここに置いててとんでもねえことになってるんだけど、こういう風にねヒールオン等も簡単にできるよっていう。靴を履いて僕調整したんで、ペダルの位置は高めになってます。ちなみにトラックレーサーのこのフレームの位置はちょっとこのフレームと面になるようにね設置してます。はい、ペダルはね T3PA Pro にしてるんですけども、これはあくまで PS5 で使うこともね考えてね、PC と PS5 両方で使えるように、スラストマスターのものにしてます。で、もう一個のこだわりポイントが、シフターですね。シフターはね結局逆転させて平行にはなってるけどちょっと外側に出してますね。ちょっと距離を稼いでます。でサイドブレーキは同じスラストマスターのものなんですけど、カスタムしたのがここの部分ですね。見えますかね。ここ本当はこのサイドブレーキ引いたり離したりしたらガンガン音するんだけど、ここに本格水冷のチューブですね、これを半分に切ってなんかかぶせてます。ここにあるパイプみたいなやつで、下も同じですね。下もこれ外すとこんな感じのものを作成してここに挟んでます。本来はこの鉄の部分がこいつにぶつけてガンガン落とすんだけど、これいつが代わりに当たるんで、このサイドブレーキ引いても全然うるさくないです。はい、PC 側で多分キャリブレーションしなきゃいけないけどね。で、ハンドルね、こちらもねそのままだとねこのホームボタンがつかなかったんで、要はねホームボタンを入れるだけの深さが足りないんですね。ホームボタン自体がだいたい 20mm ぐらいあるので、それと同じぐらいのステアリングボススペーサーを用意します。今回左が桃用で右がナルディ用のね穴にマッチするものですね。とりあえずステアリングを外していって、先ほどのステアリングボススペーサーを挟んでいきます。その上からハンドルを乗せて付属のネジを締めていくだけですね。これでねホームボタンはねちゃんとつくようになりました。まあちょっとね気になるのが、このホームボタンなんか汚れかなんかでこれねついちゃってるんだよね。これって磨けば落ちるんですかね。なんかいいコンパウンドを教えてください。でもう一個ねちょっとみんなに聞きたいのが、この KTS のねステアリングホイール買ったんですよ。センターにマーキングがあってドリフトにもねすごい適した小径のねホイールになるんですけども、臭い。これがねめちゃくちゃ臭いんですね。安いスエードってこういう匂いがするんですかね。なんか匂いの落とし方知ってる人いたら教えてください。ということでねホイール関連はね結構いい感じに、まとまりましたね。めちゃくちゃかっこいいです。はい。で便器のねモニターのいいところってスピーカーがあるから、今んとこスピーカーつけないですね。でガチでやるときはヘッドホンスタンドね売ってるんですよね、トラックレーサーの。ガチで音聞きたい、エンジンを聞きたいときはヘッドセットで、カジュアルにやるときはもう便器のモニターのねスピーカーすごい優秀なんで、これを使っていく感じです。はい。でキーボードスタンド、これがマジで神すぎるんよ。マジでこれのためにこのコックピットにしたと言っても過言ではない。これがやばいのが、普段ねレーシングしてるときはこれくらいの距離で操作できるでしょ。フルサイズにこだわったのは数値とか多分打ち込んだりするから設定で、これ今レーザーのやつ入れてんだけど、こだわったのはねここに、ボリュームダイヤルがあることですね。やっぱりねレースゲーやってる時音量とか調整したりミュートしたりとか、音楽再生したりとかしたいんで、これはちょっとこだわりました。はい。でこれはスティールシリーズの Aerox5 ワイヤレスですね。スティールシリーズのこれを使ってます。はい。でね収納するときはこうね寄せることもできるし、で一番ね今回こだわったのが、モニターの位置も含めかなりこだわったのがこれができること。ハンドルを外してクイックリリースで外してね、ここのスペースが空くでしょ。でこのキーボードを引いてきてここまで持ってくることができるので、これどういうことかっていうと、もう普通に PC 作業ができるポジションになってるんですよ。足はねちょっと多少窮屈ではあるけど、ここだからチェアのね場所も結構調整して後ろに下げれるようにしたのね。なんかこんな感じで、足も余裕あるし、こんな感じでね、下にね一応このフレームあるんで、あんまり前にはいけないんだけど、結構ねこれ快適に PC 作業できるんですよ。レーシングゲームに使わない時でもこんな感じでタイピングできるし、なんならこの足を下に置いちゃえば、このトラックレーサーのねフットプレートに置かなければ
こう椅子を前にしても使えるんだよね。コントローラー持ってね、ここで APEX できたりするんじゃないかなっていう。なんなら APEX やるときとか、むしろね、このキーボードは横でもいいんで、こんな感じでさ、めちゃめちゃ快適に FPS できるんだけど、やばくないですか？素晴らしいシステムになってます。はい。いやー、今んとこ大満足ね。まだレーシングゲームまだやってないけど大満足ですね。で、今回はですね、これ組んで思ったところがあって、それがですね、こういうオプション品ですね。配線をね、整理できるんだけど、配線整理用のクリップなんですけど、これめちゃくちゃ優秀で、こう配線をね、まとめられるんだけど、こういう風に溝があるじゃん。で、ここにね、こいつを入れて回すのよ。そしたら固定されるよね、これが。で、固定されたらどうするかっていうと、ここに結束バンド通せるんですよ、こういう風に。こういう風に穴が開いてんの。四方八方に。結束バンド通せるんですよ、こうやって。通して、ケーブル通してグイって締めることができる。上からもできる。これがめちゃくちゃ優秀。これ開発した人ガチで締め合ってるなって思いましたね。トラックレーサーの社長ガチでやってるわ。この自由度の高さとかオプション品の多さは実際にシミュレーションやってる情熱を感じますね。正直シムコックピットってマジでいっぱいあるけど、オプション品がねこれだけね揃ってるコックピットって見たことないんでね、そこがやっぱりトラックレーサー選ぶ理由なのかなと思いました。はい、ということで今回ね本当にこだわり抜いて作った、トラックレーサーのね TR160 ね、今のところめちゃくちゃ満足ですね。組み立てる時間は結構ねかかったんですけども、平日お仕事の方は1週間ぐらい見積もった方がいいかな。1週間かけてゆっくり、完璧になるまでね調整して作るのがいいのかなと思いました。お家でねこれだけの設備がねそんなにお金かけないで揃うのってすごいなと思いましたね。よかったらぜひ皆さんね参考にしてみてください。僕は今後ねこのコックピットを使っていろいろやったり、いろんなセットアップとか新しい機材試していこうかなと思っています。っていうか、そうそうそう、あとストリームデックをここにつけたいんだけど、みんなどうやってつけてんだろうね。ストリームデックつけたいと思ってます。はい、今後もね、このガチレーシングシリーズやっていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。あとね、何かコメントがあったらぜひ残していってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。